こんにちは、シャーロットです。今回はメンタル疾患からの劇的回復法をベスト10形式でお伝えします。私自身、メンタル疾患で2度の休職を経験しましたが、50種類以上の治療法を試して劇的回復を果たしました。その経験から皆様にとって役立つと思う治療法や取り組みを厳選してご紹介します。それでは早速始めましょう。まず第10位は、病院探し。自分の感性に合うクリニックと主治医を見つけ出すです。メンタル疾患の治療において最も基本となることは自分に合ったクリニックと主治医を見つけることです。これは私が何度も失敗したことでもあります。最初に通ったクリニックでは医師が冷たい感じでろくに話を聞いてくれませんでした。薬だけ処方されて終わりでした。次に通ったクリニックでは医師が優しくて話を聞いてくれましたが、薬の種類や量が変わらずに効果が感じられませんでした。そこで私は自分の求めるクリニックや医師の条件を明確にして、それに合致するかどうかを調べるようにしました。例えば次のような条件です。1、薬だけでなく心理的なサポートも提供してくれる。2、薬の種類や量を柔軟に調整してくれる。3、副作用や離脱症状に対しても対応してくれる。4、医師との相性が良い。これらの条件を満たすクリニックや医師を見つけるためには、インターネットで検索したり、口コミサイトを見たり、友人や家族に聞いたりすることが有効です。また、実際に通ってみて、自分の感覚で判断することも大切です。最初からぴったりのクリニックや医師に出会えるとは限りませんが、自分の要望を伝えたり、相談したりすることで関係性を築くことができます。皆さんもぜひ自分に合ったクリニックと医師を見つけてみてください。それだけでメンタルの状態が変わる可能性があります。次、第9位は、お薬探し。自分の症状と回復状況にマッチする薬を飲むです。メンタル疾患の治療において欠かせないものがお薬です。メンタル疾患は脳内の神経伝達物質のバランスが崩れて起こる病気です。そのバランスを整えるためには、抗うつ薬や気分安定薬などの薬が必要です。しかし、これらの薬は一人一人に合わせて作られているわけではないということを知っておく必要があります。つまり、同じ薬同じ病名でも人によっては効かないということです。そこで私は自分の症状と回復状況に合わせて薬の種類や量を変えてもらうようにしました。それには主治医とのコミュニケーションがとても大切です。具体的には、1、自分の体調や気分や感情を正直に伝えること。2、薬の効果や副作用を具体的に伝えること。3、薬の変更や減量や中止について相談すること。などが必要です。私はこの薬探しによってメンタルの安定に大きく貢献したと思っています。皆さんもぜひ自分に合った薬を見つけてみてください。それだけでメンタルの状態が改善する可能性があります。第8位は、最新の治療法も試してみる。欧米で先行している薬に頼らない最新療法を試すです。メンタル疾患の治療において最新の治療法も試してみることは有効です。欧米では薬に頼らない最新療法が開発されており、日本でも徐々に普及してきています。私は自分の症状に合わせて3つの最新療法を試しました。それぞれの最新療法について説明します。1つ目は RTMS 反復強頭蓋磁気刺激療法です。RTMS とは強力な電磁波を頭部に当てることで、うつ病などのメンタル疾患に関係する脳内の神経回路を刺激する治療法です。RTMS のメリットは次の通りです。薬物治療に比べて副作用がとても少ない。効果が早く現れる。持続性がある。など。私の場合、RTMS は1回20分弱で週に5回計30回受けました。RTMS を受けると頭部にチクチクとした感覚や音がしましたが、痛みはありませんでした。RTMS を受け始めてから2週間ほどで少しずつ気分が明るくなり、やる気が出てきました。2つ目は高照度光療法です。高照度光療法とは特殊なランプから発せられる高照度の光を目に入れることで
体内時計を調整し、メラトニンやセロトニンなどのホルモンの分泌を促す治療法です。高照度光療法のメリットは次の通りです。薬物治療に比べて副作用が少ない。自宅で行える。睡眠の質やリズムを改善する。など。私の場合、高照度光療法を行うようになってから、徐々に夜はぐっすり眠れるようになり、朝はすっきり起きられるようになりました。3つ目はアロマセラピーです。アロマセラピーとは、植物から抽出された香りのある精油を使って、心身のバランスを整える治療法です。アロマセラピーのメリットは次の通りです。自然な香りでリラックスできる。自分の好みや気分に合わせて精油を選べる。精油によって様々な効果がある。アロマセラピーを行うと香りが心地よく感じられます。また精油によってメンタルの調子が変化することも実感できます。以上が私が試した治療法です。皆様も興味があれば試してみてください。そして次は第7位。最新の精神療法を試す。進化し続ける精神療法も試してみる。についてお話しします。精神療法とは心理学的な理論や技法を用いてメンタル疾患の原因や症状に対処する治療法のことです。精神療法はたくさんありますが、今回は2つご紹介します。まず1つ目は認知行動療法です。認知行動療法とは不適切な思考が不適切な感情や行動を引き起こすという考え方に基づいて、その思考や行動を修正することでメンタル疾患を改善する治療法です。認知行動療法のメリットは次のように挙げられます。1、自分の思考や行動に気づきやすくなる。例えば、私は何でもダメだという思考がある場合、それは事実か、それによってどんな感情や行動が生まれるかというように問いかけることで、自分の思考や行動のパターンを把握できます。2、自分の思考や行動を変える方法を学べる。例えば、私は何でもダメだという思考がある場合、すべてダメということはない。私にも得意なことや好きなことがある。というように肯定的な思考に置き換えるなどの対処法を身につけます。2つ目はスキーマ療法です。スキーマ療法とは幼少期から形成された心の枠組みスキーマが現在の感情や行動に影響を与えるという考え方に基づいてスキーマを癒すことでメンタル疾患を改善する治療法です。スキーマ療法のメリットは次のように挙げられます。1、自分のスキーマに気づきやすくなる。例えば、私は愛されないというスキーマがある場合、それはどんな経験から来ているのか、それによってどんな感情や行動が生まれるかというように問いかけることで、自分のスキーマの内容や影響を把握できます。2、自分のスキーマを癒す方法が学べる。例えば、私は愛されないというスキーマがある場合、私は愛される価値がある。私は愛されているというように、新しい思考に置き換えるなど、癒しの方法を身につけます。皆様も、ぜひ精神療法に挑戦してみてください。専門家のサポートを受けることで、メンタル疾患からの回復が加速するかもしれません。次は、第6位。自分専用の呪文を作り唱える、です。なんか怪しい内容になってきたと思った方もいるかもしれませんが、そうではないのでご安心を。ここで言う自分専用の呪文というのは、自らの思考の癖や傾向を理解して、それを柔軟に調整するために唱える言葉を考えるという意味です。私の例で言うと、私は過去のことを悔やんだり、将来のことを心配したりして、不必要な努力を背伸びしてやり続けて、エネルギー切れしてしまうという特性がありました。このため、それらの思考や行動の原因を深く見た上で、次のような呪文を考えました。それは、今、この瞬間を、あるがままに、等身大で、受け止める。今、この瞬間を、あるがままに、等身大で、受け止める。というものです。これは、意識を過去や未来ではなく、今現在に置くこと、また、無理に事実を変えようとして背伸びするのではなく、あるがままに受け止めるという思考へと、自らを導こうとするものです。この呪文を不安な出来事や緊張する場面で心の中で何度か唱えることで不安感や焦燥感が収まり、心を穏やかにすることができるようになりました。
皆さんもぜひオリジナルの呪文を考えて試してみてください。無料でできますので。次、第5位は、デイケアを利用する。精神科クリニックで提供しているデイケアプログラムを利用してみるです。デイケアとは精神科クリニックで提供される活動支援プログラムのことです。これはメンタル疾患で休職や不登校などの状態にある人や退院後の社会復帰を目指す人などに向けて様々な活動やサービスを提供するものです。私は自分が通っていたクリニックでこのデイケアを利用しました。そこでは次のような内容がありました。1、グループワーク。メンタル疾患を持つ仲間と一緒に話し合いや簡単なゲームなどを行うことでコミュニケーション能力や自己表現力を高める。2、リハビリテーション。軽い運動や音楽などを通して身体的精神的社会的な機能を回復させる。このデイケアは1回3時間から6時間程度で週1回から5回まで利用できます。私は週3回で半年間利用しました。デイケアの効果は社会参加の促進があると言われています。私も実際に利用してみて次のような変化がありました。1、仲間と交流することで孤立感や寂しさが減った。2、様々な活動に参加することで自信や達成感が増した。3、職場復帰の支援を受けることで社会復帰への自信が持てた。私はこのデイケアによってメンタルの回復に大きく貢献したと思っています。皆さんもぜひこうしたデイケアを利用してみてください。それだけでメンタルの状態が変わる可能性があります。次は第4位。引きこもりカフェを訪れてみる。引きこもりや生きづらさを持つ人向けのカフェを見つけ利用してみるです。メンタル疾患の治療において薬やカウンセリングだけではなく自分の居場所を見つけることも重要です。私もメンタル疾患になってから自分がどこにも属していないと感じるようになりました。そんな時私の助けになったのが引きこもりカフェでした。引きこもりカフェは引きこもりや生きづらさを持つ人向けのカフェのことです。これはメンタル疾患で社会から離れてしまった人やメンタル疾患で社会に適応できない人などに向けて安心してくつろげる空間やサービスを提供するものです。例えば飲食や読書やおしゃべりやゲームなどがあります。引きこもりカフェを利用することで居場所や交流や支援などのメリットがあります。私も実際に利用してみて次のような変化がありました。1、自分が受け入れられる場所ができた。2、人と話すことや遊ぶことが楽しくなった。3、スタッフや仲間からのアドバイスや励ましを受けた。皆さんも自分に合うカフェや居場所を探してみてください。きっと自分のメンタルに良い効果をもたらすと思います。それでは次に進みましょう。第3位は、ペットを飼ってみる。肌のぬくもりを感じるワンちゃん、猫ちゃん、うさぎさんなどを飼ってみるです。ペットを飼うことはメンタル疾患の回復において非常に有効です。ペットを飼うことで肌のぬくもりや愛情を感じることができます。私は小さい頃から大好きだった柴犬を飼いました。このワンちゃんは自分の部屋でくつろいだり、私の膝の上で眠ったりしています。ワンちゃんに触れるとふわふわで暖かくて気持ちいいです。今でもワンちゃんとコミュニケーションをとることで疲れや寂しさがとても和らぎます。皆様も興味があれば試してみてください。次は第2位。できる範囲で軽い運動。少しでも外に出て動くと頭がすっきりです。メンタル疾患の治療において薬やカウンセリングだけではなく自分の体を動かすことも重要です。私もメンタル疾患になってから自分の体がだるくて重くて硬くなっていると感じるようになりました。そんな時私の助けになったのが軽い運動ということでした。軽い運動とは自分の体力や気力に合わせて少しでも外に出て動くということです。これはメンタル疾患で身体的に不調を感じている人にとって非常に有効な方法です。なぜなら軽い運動をすることで次のような効果が得られるからです。1、血液やリンパの流れが良くなり代謝や免疫が向上する。2、筋肉や関節や骨の強度や柔軟性が高まる。3、エンドルフィンやセロトニンなどの快楽ホルモンが分泌され気分が明るくなる。4、ス
ストレスや不安やうつの症状が軽減する。軽い運動をするときには、自分の体調や目的や好みに合ったものを選ぶことが大切です。私はいろいろな種類の運動を試してみました。その中で私が気に入ったのが、ウォーキングとヨガと自転車です。この中でもウォーキングは自分のペースで歩けるし、どこでもできるし、特別な道具や服装もいらないので、とても気軽にできます。そして、ウォーキングは全身の筋肉を使って血行を良くする効果があります。私は毎日30分から1時間ほど近所の公園や川沿いを歩いています。軽い運動はメンタル疾患からの回復にとても有効なものと言われています。皆様もできることから少しずつ継続的に取り組んでいかれると良いかと思います。それでは次に進みましょう。いよいよ第1位になりました。皆さんはどんな治療法が第1位になると思いますか？私がメンタル疾患で2度の休職を経験した中で最も効果的だった取り組みは何だったのでしょうか？それでは発表します。私が第1位に選んだのは、マインドフルネスを身につけるお釈迦様もご推奨の優れ技を活かしてみるです。マインドフルネスとは自分の心や体の状態に気づき、それをそのまま受け入れることです。マインドフルネスは仏教の瞑想法に基づいており、欧米ではストレスや不安の緩和に効果があるとして広く普及しています。マインドフルネスのポイントは次の通りです。1、自分の呼吸に集中する。マインドフルネスの基本的な方法は自分の呼吸に集中することです。呼吸は心と体のつながりを表すものであり、呼吸に意識を向けることで心と体のバランスを整えることができます。自分の呼吸に集中するためには次のような手順を踏みます。目を閉じてリラックスする。自分の呼吸、鼻や口から入ってくる空気の流れに意識を向ける。他の考えや感情が浮かんでもそれらに反応せずに呼吸に戻すです。次に、2、自分の感覚や感情に気づく。マインドフルネスでは自分の感覚や感情に気づくことも重要です。感覚や感情は自分の心や体の状態を表すものであり、それらに気づくことで自分のニーズや欲求を理解することができます。マインドフルネスを行うことで心の平静さや安定感や自己認識などのメリットがあります。私も実際に行ってみて次のような効果がありました。心が落ち着いて不安やイライラが減った。集中力や記憶力が向上した。自己肯定感や自己需要が高まった。ストレスや不安やうつの症状が軽減した。こうしたマインドフルネスは私がメンタル疾患からの劇的な回復を果たす上でなくてはならないものでした。皆様もよろしければぜひぜひ試してみてください。今回はメンタル疾患で2度の休職を経験した私シャーロットが50種類以上の治療法をくまなく試して劇的回復を果たした経験から、メンタル疾患からの劇的回復法ベスト10をお伝えしました。最後になりますが、これらの取り組みに共通するメンタル疾患の改善に向けた基本的考え方についてお伝えします。一つ目は、病気である自分を認め許してあげるです。メンタル疾患は誰にでも起こりうるものです。自分が苦しんでいることを素直に受け入れて自分に優しくしてあげることが大切です。そして二つ目は、やれることをやれる範囲で一歩ずつ取り組んでいくです。メンタル疾患の回復は一朝一夕にはできません。自分のペースで少しずつ前進していくことが大事です。例えば、1日 1% アップすれば、1年間で 1.01 の365乗となり、なんと 37.8 倍もの改善になります。次に3つ目は、少し体調が整ってきたら、できるだけ外に出る他の人と会うです。メンタル疾患になると、人と関わることや外出することが億劫になりますが、それでは孤立してしまいます。だからこそ、少しでも気力があれば、外の空気を吸ったり、友人や家族と話したりすることが重要です。最後の4つ目は、回復の最大のポイントは、諦めないこと、しなやかに継続することです。メンタル疾患の回復は波があります。時には良くなったかと思ったら、また落ち込んだりすることもあります。でも、それは回復の過程だと思ってください。
諦めずに治療を続けていれば必ず光が見えてきます。これらがメンタル疾患の改善に向けた基本的考え方です。これらの考え方を忘れずに心に留めておきましょう。以上、メンタル疾患からの回復法について私の経験をもとにできるだけ具体的にお伝えしてきました。もし皆様にとって少しでも役に立つなという点がありましたら幸いです。今後もご紹介した各治療法の詳細な内容やコツなど役立つ動画を作成してまいりますので、よろしければタイトル右下のチャンネル登録ボタン、タイトル左下のいいねボタンをクリックいただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録いただけた方は、ぜひタイトル右下のベルマークボタンもお願いいたします。それでは皆様が少しでも穏やかで心地よい日々が過ごせますことをお祈りいたします。本日は本当にありがとうございました。